こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は娘の誕生日でね、ちょっと風船がね、風船屋さんがいるのね。風船屋さんが風船これ作りに来てくれて、さっきからバンバン割れてるっていうね、ウケるんだけど、割れるかもしれないけど、娘が生まれて10年なんですよね。すごいなーって思いますね。やっぱりこう、純粋なもの、子供から学ぶことすごくあると思うんですけど、やっぱり、今生まれてる子たちはすごいね、本当にこういろんな大事なことを教えてくれると思うんですけど、だけどさ、やっぱりこう、自分もそうだからね、子供とか植物とか動物とか、なんかすごい人とかさ、なんかそういうとこに、上に置きがちなんだけど、自分もそうだから、なんかなんていうの自分もそうだって思えばいいと思うんですけどね。子供はやっぱすごいなと思いますよね。で、前回、食事とね、食事のことと、ハイヤーセルフのことね、みんながハイヤーセルフっていうのをやった。すごいね、反響いただいて、でね、食事のコースがすごかったんだよね。骨骨ロック、最後骨骨ロックでね、締めたっていう、あれなんですけど。あれさ、スターシードあるあるって言ったんだけど、そうじゃない人ももちろんいますからね。でね、これね、私なりの分析なんですけど、まずさ、私は、食べるのあんま好きじゃないんだけど、好きになった時もあるんですよね。だからちょっと私の食の遍歴というか、小さい時に、食べるスターシードもいるからね。で、私も食べた時期すごいあるんですよ。だから小さい時は本当に後ろに残されて、なんていうの、掃除の時間も食べていたり、なんか、押し入れでも食べさせられる子供みたいな、保育園とか幼稚園の時とかもずっと残されて食べさせられてる子っていたじゃないですか。あんな感じだったんですよね。もうね、食が細すぎてよくわかんないんですよ。なんで食べなかったのかもよくわかんないんだけど、食べれなかったんですよね、とにかく。小学校4年くらい、違うな。中学校に入ってからも痩せてたからな。やっぱり食べるのが苦手だったんですよ。だけどね、部活をね、やってたんですよね。中学と高校でバレーボールやってて。でね、高校のね、バレー部がすっごい厳しくて、そこでね、ものすごい食べるようになったんですよ。もうね、揚げ物とか大好き。揚げ物とか、なんだろう、もう本当にがっつり食べるっていう風になって、そこからまで食べるの大好き人間になっちゃったんですよね。なんだか知んないけど。そこから太ったというか、もうそれだけ動いてたってことだと思うんだけど、何でも食べるようになった。好き嫌いもなく何でも食べるようになったっていう感じで、そう。で、その後もずっと食べるの好きだったんですよ。でね、特に珍味が好きなんですよね。スターシードっていうか、やっぱりこうなんか、地球的な食べ物だとすると、味が濃いものとか、やっぱり刺激的なものとか、あとなんか昨日の書き込みも、この間の書き込み面白かったけど、やっぱりずっと同じものを食べ続けるとかね、食パンとかお米がとか、私だとね、最近だとね、マッシュルームを食べ続けるんですよ。なんだか知らないんだけど。マッシュルーム食べ続けたり、カップラーメン食べ続けたりするんですよ。ずーっと同じことを食べたり。あとね、誰かのお子さんは、シラスをね、ずっと食べてる。なんかちょっと知的障害のお子さんだったっけな。もうね、シラスばっかり食べるらしいんですよね。ずーっとシラス食べて、だから大丈夫かなと思って、なんか調べに行ったらすごい骨密度がすごかったとか言って。なんか、良かった。全然良かったみたいですね。だからやっぱり何を食べたいものを食べればいいっていう感じ。そうそうそう。だから私も食べ物に関してはそういういっぱい食べるようになって、でね、結構今牛肉とか食べないけど、生肉も好きでね、しゃぶしゃぶのさ、牛肉とかも食べて大好きだったから、しゃぶしゃぶの肉の、しゃぶしない生肉をこうタレにつけて食べたり、ユッケとかも大好きなんですよね。大好きだって今はちょっと食べないんだけど、そうそう、生肉も好きだし、麺も好きだし、何でも大好きになっちゃったみたいな。でも、どちらかというとやっぱ珍味が好きなんですよね。珍味と言われるものが好きみたいな。で、そうだな、やっぱこういうスピとかね、やっぱやってるとだんだんやっぱりなんとなく食べるのが億劫になってくるっていうのがあるのかもしれないね。それでもうなんか食べることがめんどくさいとか、なのかなって。またちょっと復活してきた。この間みんなの書き込み見て元気になって食べたくなってきたから。そうそう。で、あと、オーガニックフードとかね。
そうそう、あれのもいいよね。美味しいし、いずれそういうところにもなっていくと思うけど、なんだっけ。食べない人、不食っていうのか、不食の人も結構日本の人いるってね、書き込み見てて、ありがとうございます。すごい参考になるというかね、いるんだ。やっぱりいるんだと。私も一回見たことあったな。なんか、なんかね、何か経営者だったかな。レストランかなんか経営してる人なのに不食なんだよね。本当にあんまり食べないっていう感じで、だけど結構走ったりとかもしてる人いたよね。そう、だからなんかそういう感じにさ、まあ、いずれなってったりするんだろうなと思いますよね。うん、本当にたくさんのね情報ありがとうございました。だからスターシードだからって言ってみんなが食べないとか私もそういう時ばっかりじゃなかったっていう感じだし、皆さんも多分そうだと思うんですよ。波がねいろいろあると思うから、やっぱりその時その時に食べたいものを食べるっていうのがやっぱりいいっていう感じだと思うんですね。その時その時に変わるっていう感じかな。その時の自分のエネルギーとかやっぱりすごい変わるんですよね。私も今までの自分見てた時に本当にいろんな感じだったなっていう感じです。で、やっぱ波動が高い食べ物とか、波動が低い食べ物っていうところを気にする人って結構いると思うんだけど、あの、私なりの見解だけどね、やっぱ食べたいもの食べればいいと思いますね。だからほら、しらすの男の子ので骨密度がすごくて、しかも超健康児になってたっていうさ、このパターンだよね。しらすが一体、波動が高いか低いかはわからないけど、その男の子にとってはしらすをずっと食べ続けたかったんだよね、やっぱり。その欲求っていうのは、気持ちっていうのは、やっぱハイヤーから来るから、今何を食べたいか、今食べたいか食べたくないかっていうさ、それに気がついてあげることが一番大事ですよね。これはさ、だからなんていうの、誰かにとっては一般的に波動が高いものを食べるとするじゃないですか。波動がもしね、だから自分が結構波動が高めの人、上がりやすいタイプの人が波動が高いもの食べたらもう上がっちゃってふわふわしちゃうんですよ、地球で。だからあえてちょっとジャンクフードとかやっぱ食べたりするから、しらすの子はなんでしらすを食べたのかよくわかんないけど、結構だから、あとなんていうのかな、そうジャンクフード食べたり、波動が高い食べ物って何なんだろうね。なんか取れたてのフルーツとかかな。なんかそういうのでもいい。インドとかも取れたてのフルーツとかあるんだけど、あとさ、牛乳もさ、毎日絞りたて牛乳なんですよ。毎朝隣のトゥトゥバイナっていうバイナが、おじさんが牛乳をこう絞って持ってきてくれるんですよね。それでそれをボイルして飲むんですよ。飲むんだけど、子供たちは買ってきた牛乳のがいいって臭いとか言ってなんか絞りたて牛乳じゃなくて、絞りたて牛乳のが波動高そうじゃん。明らかに今取ってきたのに買ってきた牛乳を飲むんですよね。それはだからその自分の好みをちゃんと自分で把握してるって感じだから、こっちからするとさ、なんかこう一般的な感じだと絞りたて牛乳のが体に良さそうとかあるじゃないですか。だけどもう本当にはっきりしてるよね。私とかはまあ、その時に飲んだり飲まなかったりって感じだけど、だから牛乳がいいとか悪いとか、取れたてがいい取れたてが悪いとかね、化学調味料が入ってる入ってないとかいろいろあるけど、自分がやっぱり何を食べたいかっていうのが一番ベストですね。それも変わるっていう感じなんだと思うから、これがだからなんていうのかな、自分の欲求っていうところに一番こう答えがあるっていう感じ。だからそれがね、人によって全然違うから、人の答えに全然合わせなくていいって感じですね。で、スターシードだとするとさ、私なんで食べれなかった、あんなに食べれなかったらなんだろうと思って、それでしかも食べれない人って結構いるんですね。でこれは何かっていうと、だから私スターシードなのかな、スターシードじゃないのかなっていうさ書き込みとかがあった時見てて、だから食べれないタイプの人は一つ前あたりが多分宇宙だった。私は多分ね、一つ前が宇宙だったんじゃないかなと思うんですよね。なんとなくなんだろう、でもその前が地球にいたみたいな。だからちょっとその今世始まったばかりのね、ちっちゃい時はちょっと食べることに久しぶりに食べるっていうことしてたのかもしれないよね。
今世の中で。そうだからちょっと慣れるのに時間かかったけど、慣れたらいっぱい食べたみたいな感じになったのかなと思うんですよ。だから結構食べるってことに慣れてこればいけるようになったみたいな感じだと思うんだけど、そうだから最初にちっちゃい時に本当に食べれないっていう人いるんですよね。まあ今も食べれない人いると思うけど、だから全然ね本当に食がね難しいっていう人とかは本当に宇宙が多いっていう感じだと思うんですよね。で反対に結構食べるの好きっていうのはだから書き込みにもあったみたいにやっぱりこの日本じゃないや地球での食とかに結構こう興味があったりそういう体験をしたいっていうのもあるんだよね。食っていうのがさやっぱりすごくこう地球的なものでもあったりするのかもしれないから。あとさいろんなものになるじゃん。このさなんかこうバリエーションだよね。もう面白いからそこもやっぱ楽しみたいっていう目的で来てる人もいると思うし、あとは結構こう地球を楽しんでるというかね、地球も長かったり宇宙も長かったりしてるようなタイプの人とか、そういう感じの人だともう食がなんで全然結構いけるというかさ、そういうとこもあるのかなと思ってたんですよね。だから大体の人が宇宙から来てるから、まあスターシードかスターシードじゃないかっていう、もうなんかそういう基準っていうよりも、なんか地球、まあ宇宙から来ててさ、自分が何かの形で宇宙から来て地球を体験しに来てて、それが地球が長いか短いかの違いみたいな感じ。うん、そんな感じですね。なんか、そう考えるとさ、すごい地球の出来事っていうのはなんかすごい尊いというか、いろんな体験してんだなーって。食っていうのも一つ、ね、食一つとってみても、ああでもない、こうでもないってね、あれ食べた方がいい、これ食べた方がいいとかいろいろあるけど、結局何でもいいみたいな。あれもそうだよね。タバコとかお酒とか、うん、一般的に悪いみたいにまあお酒とかはちょっとわかんないけどタバコとかなんてね悪いなんて言われてるけど、自分がやっぱりこう吸いたいタバコ吸いたいと思ったら吸えばいいんですよね。それが必要なんですよ。自分にとって必要だから、それに対して悪いとかさいけないと思ってる気持ち、これが要は体を悪くしたりすることだと。楽しんで美味しいタバコ美味しいとかさお酒美味しいとかさやってればそれ栄養になっちゃうんじゃないかと思うんですね。だから、ね、何でもね楽しんでやるといいんじゃないかと思いました。はい、そんな感じです。じゃあね、皆さん、まあ、好きなもん食べて、食べたい時食べて、食べたくない時は目から太陽美味しいやってればね。なんかこの首のあたりからエネルギー入れるとかね、書いてくれた人いて、すごい面白いと思って、いろんな情報ありがとうございました。まあ、何でも自由ってことですね。宇宙的に言うと自由だと思うので、好きなようにやっていただくといいんじゃないかと思います。ではでは。